どうも皆さん、ジョンです。私今ちょっとテンション上がってます。それがなぜかというと、これ届きました。早速開封していきたいと思います。いきます。はい、ということで来ました iPhone 16。今回プロを購入しました。デザートチタニウムですね。開けていきます。今回なんで買ったかっていうと、大きな進化点って、あまりないなって思った人は結構いらっしゃると思うんですけど、私自身今使ってる iPhone が 10S なんですよ。なんで6個前とかですかねになるので、ずっと買い替えたいなとは思ってたんですけど、なかなかタイミングがなかったんで、ちょっとこれ今回感動したポイントもあったので、それを機に買い替えました。きたー、やば、めちゃくちゃ綺麗、すごいな。うはー、よく見るやつだわ。すげえ。剥がします。おお、でかっ。しかも縦長だ、結構。へえ、すごいな。ちょっと電源つけよう。おお、きたー。事前に保護フィルム買ってたので貼っていきたいと思います。こちらですね。結構安かったんですけど、信頼性があるかなと思って買いました。はい、ということで早速保護フィルムまずは貼っていきたいと思います。はい、こっからは超重要。ガイドがあるんで大丈夫だとは思いますけど、あれ、はい、いったかな。あれ、入んねえ、なんでだ。いけー。お、いってるいってる。で、あとはこいつをきちんと押し込んで空気を送ってあげると。ちょっとこれはちゃんとやります。オッケー。うわー、超綺麗、マジで。この時点で綺麗さがわかるな。すごいわ。テンスとは全然違う。じゃあ電源つけます。おー、きたー。じゃあちょっと早速セットアップしていきます。外観、デフォ、クイックスタート。近づけるとサインインおよび設定が実行できます。お、すごい。これで設定できんの？めちゃくちゃいいじゃん。ロック解除して続ける。ロック解除しとかないと悪いのか。きた。アクションボタンの追加ね。そうだよね。はい。消音モード、集中モード、カメラ、フラッシュライト、ボイスメモ、ミュージックを認識、翻訳、拡大鏡、ショートカット、アクセシビリティ、アクションなしと設定できると。へえ、出た。このカメラコントロールですね、今回の目玉。やっと終わってる。長かったマジで。よっしゃ、使ってみよう。モバイル通信。こんなんまで設
転送できんだ。すごっ。近くの iPhone から転送。やっぱこういうのも考えたら iOS がきちんと対応している機種を買うのが大切ですね。そして非対応の SIM です。転送できません。ここら辺は格安 SIM を使っていると無理なんですね。私イオンモバイルを契約しているんですけど、その場合はちょっと対応していないみたいですね。大手キャリアだと大丈夫ですかね、多分。スキップしましょうか。はい、ということでついに来ました。うおー。さて今回買ったのがトラス社でいいんですかね。もうちょっと有名になってるので分かる人は分かると思いますが、ちょっとこれお高いケースになりますね。このケースだけで8000円ぐらいします。早速ちょっと開けていきます。はい、こちらですね。いわゆるスマホリングがついているスマートフォンケースですね。でこれなぜ買ったのかっていうと、このリングがついていて、でこれが起きてここまで立つんですよ。でそうすると垂直にスマホを立てることできるんですね。ってなるとこうやってスマホを、仕事の休憩中見たり、仕事の休憩中だけじゃなくても、利便性は高いですよね。でこれもちろん横にもできるので、これを考えると結構使いやすいですよね。でここの位置を変えてあげればちゃんとこの傾斜も調整できるっていうことになります。早速装着するんですけど、これを購入してその後にアンカーからこれと同じようなケースが発表されたんですけど、おそらくそっちの方が値段も考えたらめちゃくちゃお得なんじゃないかなと思っていて、後日そちらも購入して紹介していこうかなと思っています。でもこれいいですね。やっぱ高いだけあってこうひねっても全然グラグラしないし、ちゃんと回すごとにカチッカチッって言いますね。そうなんだ。ちゃんとここのカメラコントロールのところもいいぐらいにへこんでくれてますね。ちゃんと保護されてる感は結構あります。このクリアランスも取れてるので、それなりにちょっと怪しいかな。もうちょっとあってくれた方が信頼性はあるかなとは思うんですけど、そしてカメラのところも、カメラのところの方が出っ張ってるので、こちらの方が信頼性はちょっとあるかなと思います。なんですが、このカメラ用の保護フィルムもついてきていて、でこれも貼ることはできるんですが、もしかしたらこのケースと干渉することもあるらしいので、そちらは運任せになるんですかね。ここまで来たらちょっとこれも貼ってみようかなとは思います。結構ここを割れるっていうことを聞くので、一応貼っておこうかなと思います。合いますね、ちゃんと。すごいよかった。ちゃんとググッと押して、よし、これでカメラも心配ありません。さて早速このカメラコントロール機能使ってみようかな。ここを一回押します。一回じゃダメなんだ。もう一回強くって感じかな。もう一回いきます。オフの状態から一回。っていうわけじゃないんだな。ちゃんと画面が起きて、で一回押して起動。そういう感じね。スロー。あとは空間モードもできるんだ。これはApple Vision Pro とかに互換性があるビデオモードになるということですね。ビデオ、写真もどっちもいけるのか。すご
後々、おそらくApple Vision とか、ああいう系のやつが安価に出てくると思うので、こういう空間認識をできる動画や写真を撮っておいて貯めておくと、ちょっと面白いのかなとは思いますね。なるべくなのでため撮りしておこうかなと思います。ちゃんとここで動く？でこういう時にこのリングですよね。ちゃんとリングに指をかけて、そうすれば比較的操作しやすいかな。 OK です。そして iPhone16 以降からデータ転送を 10GBps で転送できるモデルが出てきました。ってなるといるのがこういう線ですよね。 iPhone を使っていてもやっぱりクリエイティブな動画を撮ろうと思うと必然的にデータ容量がいっぱいになると思うんですよ。 10GBps に対応した線を必要になるということです。今後この iPhone 新型を買ったので、iPhone で動画を撮ることもおそらく増えてくると思います。その時はなるべくこいつには保存せずに外部のメモリなどに保存しておこうかなと思っています。でちなみにですがこいつは40ギガまで対応しています。ですので、かなり余裕を持って安定的なデータ転送ができるんじゃないかなと思っています。なんていうんですかね、全然安くないケーブルっていう感じはあります。はい。そして新旧の比較です。10S と16 Pro 比べても割とサイズ感の違いはありますね。この差がどれぐらい生活に支障が出てくるかは、また後ほどレポートしたいなとは思います。でちょっと落ち着いて、具体的になんで乗り換えたかっていうと、一番のところはバッテリーですね。10S がバッテリーを満充電にしてもマックスで 70% ぐらいしか充電してくれなくて、なので1日2回とか下手すれば充電してたんですよ。もうさすがにちょっとこれは無理だなと思っていて、でそういうのと、やっぱりiPhone XS でも動画を撮ったりするんですけど、手ブレがもうグラングランして、もう動画撮っても後で見れたもんじゃないんですよ。でそういうのもあるので、新しい iPhone にして、動画だったりあとはバッテリーだったりがかなり向上するので、それをもって今回乗り換えました。はい、ということで次に iPhone の比較をしていきたいと思います。 iPhone16 Pro と 10S の比較ですね。 6.3 インチと 5.8 インチ、ここら辺はこれぐらいの差はあるでしょうと。画面は意外とスーパーレティナっていうところは一緒なんですね。 XDR かどうかっていう違いですね。であと今、新しい iPhone はだいたい常時表示ができているモデルになりますね。でアクションボタンとかが追加されましたよと。でこの Apple Intelligence なんですが、日本は来年使えるようになるということですが、でチップは A12 から A18 Pro になりました。多分これめちゃくちゃ速くなったと思います。別に 10S で支障があったかって言われたら全然なかったんですけど、高処理のものをやったりするときは性能の差が出てくるのかなと思います。であとはカメラコントロールですね。こちらは言わずもがな今回の新しい目玉の追加機能ですね。あとはカメラですね。18メガピクセルのカメラが48メガピクセル、4倍になりました。めちゃくちゃ綺麗になります。多分これ相当綺麗ですよね。4倍ってすげえな。こんなに違ったんだ。あとはマクロ撮影にも対応したと。で 4K120fps のドルビービジョンにも
今回対応しました。あとは空間写真と空間ビデオですね。この動画性能っていうのはだいぶ違うと思うので、後日また比較していこうかなと思います。で、ズームですね。10S は1倍2倍しかできなかったですけど、コンマ5倍と5倍そちらもいけるようになりました。これで比較的離れていてもきちんと撮れるかなといったところですね。ビデオの再生時間ですね。14時間から27時間最大で再生できるようになるそうです。これはでかいな、マジで。本当にバッテリー持ちよくなりますよね。今回バッテリーがだいぶもう持たなくなったので買い替えたんですけど、これは嬉しい進化ですね。で、あとはライトニングから USB-C になりました。やっとです。やっと皆さんに追いつきました。あとこの USB-C になって何がいいかっていうと、この最大20倍近いデータ転送ができる USB-3 に対応したということですね。AirDrop でデータを送るにしてもやっぱデータ容量でかくなると結構時間かかるじゃないですか。これが USB-C でつなげたらもう一瞬っていうぐらいのレベルでデータ転送できるので、これは動画撮ってる身からしたら結構嬉しいポイントですね。画面の最大高度が2000ニットまでいけるようになったので、こちらもどれぐらいスマホが見やすくなるかなとかいうのは楽しみではありますね。意外と10S では結構見づらい時があったので、直射日光の時は、ここら辺は結構楽しみです。あとは安全機能ですね。緊急 SOS はもちろん10S でもできるんですけど、今回から衛星を経由して緊急 SOS できるようになりました。これで仮に登山行って遭難しても、電波が届かなくても、SOS 出せるようになりましたということですね。で、あと 10S ではなかった衝突事故検出、もちろんApple Watch シリーズ8持ってるので、これには対応してるんですけど、仮にこの Apple Watch つけてなくて、なんか大きい衝撃を受ける事故があった時には iPhone だけ持ってても緊急 SOS できないので、ここら辺はアップデートされてよかったかなと思います。大きなところで言えばやっぱりカメラ、バッテリー、SOS ですかね。この3つが結構大きな進化ポイントではないかなと思います。やっぱまだ割と 10S を持っている人は多いとは思うんですね。バージョンが対応しなくなったらって考えてたんですけど、意外と今回の iOS18 でも対応してくれていたので、まだ Apple としては、10S までは面倒見るよということらしいんですけど、来年か再来年ぐらいにはもういよいよ多分対応しなくなってくると思うので、乗り換えてみてはいかがかなと思います。本当に感動するレベルだと思います。そしてちょっとあまり興奮してて何喋ったか全然覚えてないんですけど、この iPhone ケースですね、こいつがちょっとこの穴がガバガバなんですよ、意外と。なので結構保持力があんまりないというか、ちょっとズレが発生してしまうので、10月頭ぐらいにアンカーから、これに近い商品が発売されるんですけど、もしそこまで耐えれたらアンカーのやつを買った方がいいとは思います。そのアンカーの製品は買おうかなとは思ってるんですけど、そちらを私はおすすめします。はい、ということで皆さん、私が勝手に興奮しているところを長々と見てもらいありがとうございました。また後日 iPhone の比較動画は作っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ではまた。ジョンでした。